はい、こんにちは。焼肉奉行霧島の稲垣です。第4弾、牛タンの皮を剥く内容になります。今日もよろしくお願いします。40本ぐらいですかね。全種類やってもらいました。和牛も和牛の黒タンもそうし、ホルスの白タンもしてもらったし、で輸入物のこの、キューブタンもしてもらったし、で先付きの輸入物のいいやつもう全部やってもらいました。もう今日は完璧です。完璧です。もう全部やってもらって別に失敗してもいいかな。でも失敗したものは覚えるの早い。であと手切ってもらったら覚えるのも早いと思う僕は。であとこれを、どんだけ早くできるかだけ。ほんでこの皮だけ取っていこうとするとこの皮と身の間にもうちょっと白いちょっと硬い部分があるからでちょっと思い切り取った方が僕はと思う。で一発でそれ取ろうとせんでも半分半分でもはい、全然そうですね。半分半分の方がいいですよね。そう半分半分のがと思うし、あと手直しをちょこちょこってその皮が残るじゃないですか。でその皮の手直しをするのはすごく後々面倒くさいから極力手直しをなるべくなくすようにしていくとゆっくりしながら、早くできるという。別に身を取りすぎ取るというわけじゃなくて、ここはどうしてもこうやってこういうやつ、この白いやつはもう僕は取ってしまうから、ここはちょっと深めで別にやっても全然難しいですよ。であとそのナイフが切りにくくなったらまた棒で研いでもらえや。それガバッとちょっとえぐってもらったら。もっとですか。ら分からん、どこまで入っとるのか分からん。結構入ってます。入っとんだ。だいたいちぎってもらったらそれでよ。それぐらいで。はい、ちぎってほたってもらったら。結構硬いですね。硬いタンの皮ね。あとはこのリンパちょっと取ってもらって次はこれがちょっとやりにくいと。めっちゃ緊張してるよ。いやいつもとちょっと違う。思いっきりガーっていったり失敗したぐらい。でも最初と比べたらガタガタが減ったもんな。でそのガタガタを減らすには一発でどんだけできるかだけ、はい、本当綺麗にいくと。僕研ぐのは研げない。それも練習や。練習や。自分でやってみたらであかん綺麗やんでと思う。であとは、そのナイフの使う量を多くするためにこの辺から初めてスーッとやるのかな。でその皮は前にそう教え方上手やったな。無理なら半分でもいいよ、半分で。はい。でこっちの前へ皮を引っ張るようにしてその皮をまっすぐにするみたいな。そうでそこでちょっと上向けやなのね。そうでそれも一緒。根元の方からスーッとたくさんいけるよ、にした方のがやりやすいと。はい、次行こう。全然ちゃうもん最初と。ガッタガタやった。今は全然違うもん。綺麗やん。で見とってちょっと絵になる。上手なのが見える。へこんでるとこ割に難しい。どうしてもこれがそんなん後で削ったらええもん別に。今は野菜をメインに仕込みをやってもらってるし、あとは明日何がいるかっていうのを全部紙に書いてもらって僕が買いに行くと。でもう一人の男の子はその子はもう野菜もお肉も全部やってもらってる子ねんけど、その子に一応最後のチェックをしてもらう。で明日はこれやるっていう紙に書いて14時から来てもらってすぐにそのやるそのことをそのままやってもらうと。で今はもうなるべく予約の電話も取ってもらえるようにやってます。でも予約の電話はやっぱり職種が変わったりちょっと難しい。いやね、今までそういうのがあんまりなかったので
お酒もそうやね、お酒も。まあそういったことを今ずっとやってもらってるから、3ヶ月で違うことを全部やってもらってます。やってもらおうとしてます。仕込みはでもずっとやってもらうと思う。まあお肉にする野菜っていうのは変わってくると思うけど、その月によって暇な月、忙しい月っていうのはあるから、それも踏まえて仕込みのやり方、お肉の仕入れ方を全部教えとるというか、うちのお店ではこういう感じやというの。まあタンもね、こうやって今皮むいとるけど、自分のお店でやる時は何を使うかはね、自分が選んでいけばいいと思うし、仕入れ方やったりやり方っていうのはそのお店の場所に応じてまた変わってくるから、僕がやっとることが絶対正解じゃないから、僕はただ基本的なことを教えてるだけであって、カットはねもう最終、本当の最終、そんなに言うほど僕は難しいものじゃないと思う。その前が難しいし、でいざお店でやっていくと、まあ僕でもいまだに難しい点があるんやけど、まあ ABC っていうお肉があったと例えてね言うたとしたら、今日は A ばっか出ました、じゃあ明日は、B が出ました、しあさっては C が出てほしいけどまた A ばっかってなる場合があるから、それをどのようにぐるぐる回していくか、っていうのが一番難しいと思う。うちは A ばっかしか売れへんから A だけを買っていくっていうやり方もあるし、せやけどたまに C が売れる時があるから C も仕入れとかなあかんなとかね。極端に言うと今日は B ばっかがブワー売れすぎていやもうないっていう場合も出てくるし、そうすると今度は明日の営業ではね、必ず B 売れるかったら売れやんかもわからんけど準備しとかなあかんし、それを、どのように回すだけ。このタンもそうや、タンも。で厚切りタン塩ばっか売れると、でそういった根元だけのタンっていうのも売っとるけど、今度は採算が合わんようになってくるし、みんな焼肉屋さんそういうことで困ったのちゃうかなと思うんですよね。でそれだけ取ろうとするとその手袋を切ってしもうてそこに手袋のカスがついたりとかするから、それの方が大変や。で設定してちぎってしまうみたいなやり方になると無理や。ここがこう段差がなっとって皮を引いていくと、こうしてここでちょっと上に上げてこうやってしてやらなあかんねけど、やったり初めてした人だったらここでつまずいて、こっからちょっと上に上げた気持ちなんやけど、そのままずーっとここの肉をガバーって取るっていう例が多い。それからもうこれで完璧も一番最初した時はやっぱりそうやってなったけど、みんな誰でもなる。包丁が止まったとこガタ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 になる。でこれは単やで別にそんなに苦にはならんけど、牛肉やとならん方がいい。であとこのナイフがいつも切れるように棒でやる。で自分の焼肉のメインの時はきちんとしたこういう石でせえへんと思う。はい、でこの間したバラのその骨とかついとると、もうこんなんすぐこういうのをかけてしまう。でこのまな板もその白のプラスチックやとまたかけるで、こういうプラスまな板の方のがかけにくい。でもこれ今の時期すんのと冬すんねやったら冬のがもっとまた楽やね。全然違うもん。だからもう9月後半とかになってくるともっとかっこいい渡辺君が見れると思います。今回第4弾目、これは輸入物のタンになります。先なしですを、剥いていただいた動画になります。今日もありがとうございます。株式会社稲垣では飲食店向けの卸販売と他では教えてくれない仕入れやお店作りのアドバイスをさせていただいております。 LINE 公式アカウントで登録していただくとサービスの内容がご覧いただけますので、この機会にぜひお友達追加の方をよろしくお願いします。やっぱ細かいところが残ってしまうので、そういうのも一度に取れるようにしていきたいですね。